岐阜県の北西に位置する白川郷は合掌造りと呼ばれる特徴的なかやぶき屋根の家々で知られています。250年以上前の家屋もあり、1995年に世界文化遺産に登録されました。郷内の散策や合掌造りの家の見学、宿泊が可能ですが、合掌造りの宿への宿泊は超人気のため非常に難しいです。今回は白川郷から約 2km の位置にあり、無料の貸し切り温泉もついている由比の庄に宿泊します。道民院などで有名な強立リゾートの宿のため、白川郷への送迎や軽食、飲み物などのサービスがいいです。2019年オープンのため館内は綺麗ですが、天井の梁や床の畳が白川郷の合掌造りの家屋を模していて雰囲気がありますね。設備は売店、温泉、ダイニング、ラウンジとシンプルです。客室に続く廊下も畳敷きになっています。最大で2名から4名が宿泊可能な全4種の客室タイプがあります。今回は31平米のコンフォートツインの客室に宿泊です。ベッドルームにはベッド、デイベッド、ソファーなどがあります。この客室は最大3名まで宿泊できますが、今回は2名で泊まります。1階の客室で奥には白川郷にも流れる庄川があります。客室に備え付けられている枕は一種ですが、無料貸し出し枕があり、自分好みの枕が選べます。普通のコンセントと USB 給電があります。キャビネットとテレビ、鏡台がありますね。キャビネット内を見てみましょう。カラフルな浴衣が入っています。柄やサイズが気に入らなければフロント近くのラウンジで交換できます。飛騨のお菓子、せんべいや栗寄せがあります。テレビ下にはお茶セットとコーヒーセットがあります。冷蔵庫の中にはミネラルウォーターが入っています。洗面所を見てみましょう。洗面台とトイレ、シャワーがあります。洗面台とシャワールームですね。貸し切り風呂や大浴場があるので客室風呂はないです。結構いいシャンプー類を使用しています。ボタニカル成分で作られた始まりです。トイレにはなぜか非常用と書かれた水が置いてありました。館内設備を見ていきましょう。先ほど言っていた枕を選べる無料サービスです。館内にもいろんなサイズがあります。自販機もありますが、一般の自販機と変わらない値段。アルコール類もホテルにしては安いです。ホテルから 1km のところにコンビニもあります。続けてラウンジへ向かいます。ドリンクや軽食のサービスや温泉があるスペースです。喉が渇いたのでコーヒーをいただきます。断熱コーティングしてあるかって持っても熱くないです。アイスのサービスもありました。道民院と同じサービスですね。貸し切り風呂は2つあり、利用中はランプが点灯しています。さて、ランプが消えたので入りたいと思います。貸し切り風呂には脱衣所があります。温泉の泉質はナトリウム塩化物温泉です。加水、加温、循環利用、消毒処理されています。貸し切り風呂は半露天風呂です。うまい空気を吸いながら入浴できます。温泉成分が析出していてちゃんと温泉していますね。気持ちいいです。温泉は露天風呂が最高。
もう一つのカシティ風呂にも入ります。天運の湯です。こちらは星雲の湯と異なり、木製の浴槽です。天運の湯の方が広いです。循環式の温泉ですが、変則臭くない。客室に風呂はないですが、カシティ風呂で十分だと思いました。湯上がり後のウェルカムドリンクコーナーへ。定員8名の小さなスペースです。バーのような見た目ですが、営業時間は15時から19時であり、バーとしての機能はないです。ジュースもありますが、温泉の雰囲気にはお茶がいます。続けて大浴場。内風呂と露天風呂があります。足切り風呂には洗い場がないので、体を洗うには客室風呂や大浴場を利用する必要があります。こちらはフロント近くにある売店。日用品から飛騨名物までいろんなものが販売されています。お土産に便利そうな飛騨や白川郷の名物があります。飛騨といえば猿ぼぽが有名ですね。猿の赤ちゃんの人形で子供の成長や健康の願いが込められています。フロント近くの風車です。ここでは浴衣の柄や帯を変更したりできます。由比のショーに宿泊する方の多くは白川郷へ行くと思います。郷内は9時から16時の間はマイカー規制があり、駐車場に停める必要があります。駐車料金1000円を支払いましたが、引き込みです。合掌造りの建物が見えました。北のショーという食事と土産のいおりです。白川郷デザインのマンホールが可愛い。約500メートルくらいマイカー規制エリアが続いています。喫茶店や飛騨限定のソフトクリーム屋や飛騨の地酒などを販売する土産屋があります。地元の材料を使用したプリンを販売しており、かなり人気。白川郷は冬のライトアップイベントが有名ですが、秋の白川郷も素敵です。沼屋の山奥から流れてくる天然水はとてもきれい。用水路の水は透き通っています。岐阜では錦鯉の養殖が盛んですが、ここにもいました。眠いのか、暗い場所に固まっていました。国の重要文化財に指定されている家屋和田屋は現在も住人が住んでいますが、生活スペース以外は公開されており、白川郷の歴史を知ることができます。窓から見る景色も綺麗ですね。歩いて行ける時に展望台もあり、そこからの景色は旅行雑誌に使用されるほど綺麗です。由比のショーに戻る途中にコンビニがあります。訪問時は欠品気味だったので道の駅に寄ります。飛騨のお酒やつまみとかを購入したいです。飛騨や白川郷の名物がたくさんありました。高山麦酒や飛騨ホワイトビールなどの地ビールを発展。日本酒やどぶろくの地酒もありますね。雪だるまのとっぷりがとても可愛い。飛騨産の漬物もあって日本酒のつまみになりそうです。特選漬物の赤かぶ漬け、決死豚の肥料を使って育てています。道の駅は17時までしか営業していませんが、由比のショーから徒歩5分の距離と使いやすいです。夕食前のおしのぎ、五平餅を1時間限定で配布しています。餅と甘い味噌の組み合わせがたまりません。これから晩ご飯へ向かいます。飛騨牛を提供する焼肉屋天からです。親戚の老舗精肉業者からの買い付けのため、肉質はもちろん良心的な価格設定であり人気が高いです。また由比のショーの徒歩圏内には夕食できる場所が他にないため、由比のショー以外で食事する場合は実質天から一択です。飛騨牛の料理指定店として登録されています。店内は満席。アットホームな感じでくつろげる焼肉屋です。いろいろ注文しましたが、飛騨牛のもも肉が一番好みでした。脂身がきめ細かくしつこくない味わいです。肉の味が濃くてうまい焼肉でした。道の駅で購入した飛騨ホワイトビールです。白川郷の米を使用して作っています。
A5 ランクの飛騨牛が入ったサラミもうまい。22時から23時限定の夜泣きラーメン。道民品恒例ですが、これはうまい。お酒を飲んだ後にぴったりの濃い味の醤油ラーメンです。翌朝です。そろそろ次の目的地、軽井沢へ向かう時間。宿泊や飲食という観点では少し不便な白川郷にあって、快適な宿泊設備と飲食を提供する由比名荘。白川郷の中に泊まるのもいいですが、便利さという観点では由比の荘に軍配が上がると思います。良い宿でした。次は冬に来たいと思います。